台風14号の台風一過ですね。10月の11日、北風がね、天気が回復して、ただ北風が結構吹いてるんで、少し乗りながら Vlog 形式でちょっと撮影したいと思います。さあ、みんなスクールも出ていきました。はい、今日はね、オフが結構吹いてね、風速計はね、まあ最大今10分間で12、3メートルぐらいのブロー入ってるんで、まあ安定してればねまだいいんですけど、オフなんでものすごい今日手前側ガスティですね。でガスティシフティで、スクールもね初心者の人は流されやすい感じなんで、うちのスクールも今目の前にいるように船でスクールをやったりしています。いいブローですね。今日はね、56を張ってるんですけど、まあしっかりブローで走るぐらいで、若干ね56なんかでもややきつめのブローが入ったりもするんだけど、波が全くなくてフラットなんで結構乗れちゃう感じですね。で今日は今回は少し何について、前回の動画では皆さんに乗ってる気分を味わってもらいたいということであまり喋らずトレーニングをしている動画を撮ったんですけど、今回は喋りながらで、せっかく喋るんで何を話そうかなと思うんですけど、トレーニングとかねできるようになると、ウィンドサーフィンの場合は初めての方からずっとなんかこう課題があって、セールアップができるようになったら方向転換のタックをしたいとか、次はハーネスを使いたいとか、いろいろ小さな目標がどんどん出て、一つの大きな目標になってくるのがトレーニングなんですけど、でそのトレーニングができた後っていうのはほとんどの方がウォータースタートだったりでレールジャイブ、ここが大きな目標になるんではないかなと思います。でやっぱりね、この1日でできてしまうっていうことはほとんどなくて、中にはねコンディションとかいろんな条件が整ってできちゃう方もいるかもしれないんですけど、多くの方がたくさん練習しながら覚えていくっていう感じで、特にレールジャイブに関してはなんて言うんだろうな、結構時間かかる方もいるんだけど、僕がねレッスンでもよく言ってるのは、難しく考えない、とにかくすごいシンプルに考えてほしくて、今こうやって走ってる時っていうのはボードがフラットの状態で、フラットにしておけばボードはまっすぐ走ろうとするんだけど、ちょっと一回向き変えますね。でレールジャイブに関してはトレーニング時にはこうボードをフラットの状態をキープして、でそのトレーニングをキープしたままボードがキュッて傾くとそちら方向に曲がっていくっていうね、フラットの状態をキープしてトレーニングをしてスピードを維持したままボードが傾けば曲がっていくっていうね、
そういう簡単なイメージっていうのを持っといてほしい。でちょっと細かいことを抜きにしてちょっと一回やってみようかな、軽くね。はい、今こうプレーニングが入って、ボードもほぼフラットの状態ですよね。これね、例えばちょっとブローが抜ける。この状態でかかと側に荷重をちょっとすると、はい、いきます。せーの、ぎゅー、風上があります。それの逆バージョン。このフラットの状態からちゃんと映ってるのかわからないけど、今の見えたかな。傾けばプレーニングの速度を維持したまま傾けていけば曲がっていくという感じなんですね。で大まかに簡単なイメージとしてはそんなイメージなんですけど、じゃあジャイブをするときに実際は手順としてはどんなもんだろうというと、例えばね、クローズからでもレールジャイブはできるし、ウィンダービームでもどの角度からでもジャイブは入れるんですけど、初めてジャイブにチャレンジする方なんかは、ウィンダービームというよりかは少し風下側にそこから落としたところ、クォーターリーぐらいまでちょっとベアしてあげた方が、そのジャイブのターンの回転するその個の量ですよね。ジャイブっていうのは方向転換なんで、今右手が前で走ってますね、スタボーで。で最終的には左手が前になるんですけど、じゃあそのターンの半分はどこかって考えた時に、ランニングっていうのが一番風下なんで、ランニングになると思います。でね、例えば風に対して直角のウィンダービームからジャイブに入るとすると、その半分のランニングまでは90度回さなきゃいけない。でクローズホールドだと135度回さなきゃいけない。でクォーターリーだったら45度回せばもう半分のランニングまで回るっていうことにもなるんですよね。でもう一個クォーターリーに向けておくメリットとしては、風下に向けるんで速度をキープしやすいっていうこと。その次のね、ジャイブに入るための操作としては、スピードを維持したままっていうことを先ほどから何回か言ってると思うんですけど、それとても大事で、ジャイブに入るときにはハーネスを外したり足を置き換えたりっていう動作が入るので、その時に初心者の方でやっぱ苦戦する方の多くは、いざボードを傾けようとする前に大抵の方がね減速しちゃってるんですよね。多少の減速はもちろんいいんですけど、要するに、傾けたら倒れてしまうぐらいの速度まで落ちてってしまう。それがなぜかっていうと、簡単に言うとハーネスを外した瞬間セールが開きやすくなって、ジョイントから力が抜けてノーズが上がって減速しちゃうっていうことが起きてる。それをクォーターリーぐらいまで向けておくとどうなるかっていうと、やや後方から風が吹いてきて、で走るものに対して進行風っていうのが生まれて、ちょうどその進行風と進の風でセールがね開きにくい状態になるんですよね。実は感覚でいうと、しっかり風下まで向けていくとセールってね軽くなるんです。だからセールは開きにくくなり、スピードの減速も抑えやすくなってくる。だから結構メリットが多いですね。ということでクォーターリーぐらいから最初は、角度を落として、そこからボードを傾けていくっていう操作に入っていただくのが良いかなと思います。であとは、簡単に言うとハーネスを外す時にセールを開いたりせず、今プレーニングしてる状態をキープすると。でもう一個はこの後ろ足、これ映ってなかったら後でね別のものでこう差し込みをしたいんですけど、両足ストラップ入っている状態からちょっとやってみましょう。映るかな。
も前足、今後ろ足入って、ジャイブをするときははい、ジャイブをするときはね、このまま後ろ足この辺に置いてある。ないか。よし。で、今の、回転する内側ですね、後ろ足のストラップの、すぐ前ぐらいに置いてあげて、あとはプレッシャーをかけていくと。ただね、どうしてもジャイブをやるときに多くの方がね、ボードを曲げるところ、レールを入れるところとか踏み込みの部分をね、どうしてもフォーカスしすぎてて、でジャイブのその初めての方がやるときに大事なのは、その踏み込むことももちろん大事なんだけど、それの前までの段階でいかに正しい状態をキープできるかっていうのがとても大丈夫じゃない、大切だと思ってて、要するにスピードをしっかりキープした状態で、あとはレールを傾けていくっていうところの体勢ですよね。だからハーネスも外してて、後ろ足も、正しいポジションに移動し終わった状態でもトレーニングをキープしておくっていうことがとても大事になる。でそこがキープできれば、あとは軽く内傾していくように、体重移動をしてもらえれば曲がっていきます。ちょっと話の途中だけど、最近はね、ちょっとずつ逗子もウイングが増えてきて、ウイングフォイルですよね。やっぱウイングは本当トップスピードはなかなかね出しにくいものの、揚力の力が大きくて、ブローが抜けても走り続けるっていう、今前足入れてる状態、さすがにちょっと弱い。今のなんかはね、レールジャイブじゃないんですよ、ピボットジャイブってやつですね。スピードもそんな出てないんで、少しテールを沈めながら、なおかつちょっと走らせながら回すような感じ、小回りが効いてくれる。今ここアビームぐらい、アビームからさらにベアをして、ハーネスを外して足を置いて、この状態でも今こうやってトレーニングし続けるのがとても大事。ちょっとブロー抜けちゃったけど粘ります。ちょっと一回止めようかな。今これ入ってくるんですけどね、単発的にはね、長くだからね、ジャイブする方も今僕がなぜやれないかっていうと、単発的には入るからプレーニングは一瞬するんですけど、そのブローで一瞬走らせて、その後ジャイブに持っていこうとしてもすぐこう減速しちゃうんですよね、ほとんどの場合が。その減速した中でやろうとしてもなかなかうまくいかないんですよね。もちろん上手な人はすぐね瞬間で走らせて、ブローのある中でジャイブは当然できますけど、初めての方はそこまでね短時間の中でやるっていうのは難しいと思うので、できればね安定して走っている状態をキープするっていうのもとても大事だと思いますよ。終わっちゃった感じでしょうか。これカメラでこれブロー見えるかな。よいしょ。
いう状態なんですね。今ハーネス外して後ろ足を内側に振る、これをキープしてれば、あとはゆっくりゆっくりなジャイブで最初はねいいと思うので、今少し今の風が抜けたところでやったので、小回りなんですけど、そのジャイブの入りの部分ですよね、減速をさせないところまでできた方は次に、レールを入れていくところの作業に入るんですけど、その時には最初はね踏み込みすぎないっていうことですよね。マックスのレールの荷重を100だとするならば 2,30% ぐらいの傾けで十分ねボードは曲がってくれるし、回転の方を大きく作りながら回すぐらいのつもりでやった方がいいですね。そこをね、よく見受けられるのはギュッて踏み込む、強く踏み込みすぎる方がねやっぱ結構多いですね。レールを踏むっていうよりかは体重移動をすることでボードが傾いて曲がっていくっていう風に考えてもいいと思うんですよね。これはね人それぞれ教え方とか伝え方っていうのは違うと思うんですけど、僕はね踏むっていう言い方はあまりしないんですよね。体重を体を先に、回転する内側内傾させていくと自然と体重移動が行われてボードが傾いていく、体が先です。で後からボードがついていく感じ。それがね足元だけで、踏むような動作をしてしまうと、踏むと必ず反発でこう戻されちゃうのと、体がねしっかり内傾が一緒にできないと、ターン中っていうのは遠心力が働いてるんで外に引っ張られる力が生まれてるから、だいたい足だけでやってる人っていうのはターンし始めた直後にこう転んでしまうことが多いですよね。体が投げ出されたりね。ちょっと注意しながらレールジャイブこれからやりたいとか、もしくは今やり始めた人、ちなみに今説明してるのは上手い人向けのレールジャイブとかではなくて、今ねこれからの目標がレールジャイブで、今からレールジャイブを始めたい、覚えたいって、あくまでもレールジャイブ初心者の方のためのアドバイスですよ。今ちょっとブローが入ってきました。さあ今走ってるんでハーネスを外します。手幅広げて外しても動かさない、足を内側でこの状態で安定しといて、あとは体を徐々にギューって傾けて、もう一回行ってみましょうかね。特に引っ張ったりしてないんですよ今。はい、ハーネスを外して足を置いて、今角度も落としてます。セールを動かさない、これでプレーニングしてます。ここができたらちょっと回転の内側に傾ける、特に引っ張ったりとかもしていません。で後半はね最初はいいんですよね。今は僕はセールきれいに返してますけど、とにかく初めはレールを使って曲がってるっていう感覚をね味わってもらえれば、そういうのに慣れてくるとだんだん引き込みを強めてきたり、それができるようになってきた人は少しギューッと引き込みを強めて返したりとか、最初から今みたいにセールを引き込んだようなジャイブをやろうとしてもこれねなかなか難しいですね。まずはシンプルにフラットにしてボードをトレーニングさせる。走り始めたら角度を落としていく。落としたら手幅は広げてハーネスを外して
足を置いた状態でもプレーニングキープして安定してたら少しギュー内側に傾く、こんな練習をねしていくといいと思います。逆も同じ。まあ逆手でねやる人もいますよね。角度を落として外して足を置いて内側にギュー、ここまでできるだけでも、立派なレールジャイブですからね。頑張って練習してみてください皆さん。はい、皆さん、今回も動画のご視聴いただきどうもありがとうございました。今回は、レールジャイブ入門編ということで、まだチャレンジねしたことない方もちょっと見ていただいて、なんかちょっとやってみようかなっていう気分になればいいなと思います。そう辻井の方からちょっと一つこの動画の中で、言い忘れてしまった、お伝えし忘れてしまったことが大事なことがあるということで、ちょっと代わりにお伝えさせていただきます。レールジャイブとかそういうのやろうとした時は、前後左右周りの安全確認をしっかりした上でチャレンジしていただきますようよろしくお願いいたします。あまり人がいないエリアとか、ちょっと周りをね、ちゃんと確認していただいてから入っていただくようにお願いいたします。はい、じゃあ、いつものやりますね。いきます。最初はイエーイ、フェザーじゃんけんじゃんけんポン。ありがとうございました。お